理解説、台湾グルメを制覇せよ。おすすめ料理ベスト10。ねえ、マリサ。最近、台湾グルメがすごく話題になってるけど、実際にどんな料理があるのか知ってる？もちろん知ってるぜ、レイム。台湾は食文化がとても豊かで、多様な料理が楽しめるんだよ。特に夜市で食べられる料理は世界中の観光客に人気だし、台湾に行ったら絶対に食べておきたいものがたくさんあるんだ。夜市って聞いたことあるけど、なんかお祭りみたいな感じなのかな？まあ、そんな感じだな。夜になると屋台がたくさん並んで、いろんな食べ物や飲み物を売ってるんだ。地元の人も観光客も夜市に集まって、食べ歩きを楽しむんだよ。へえ、なんか楽しそうだね。でも、台湾って他にどんな料理が有名なの？台湾には、本当にたくさんの美味しい料理があるんだ。例えば、ルーローハンっていう豚肉を煮込んだご飯とか、ジーパイっていう巨大なフライドチキンなんかが定番だぜ。それに、タピオカミルクティーも有名だし、夜市ではカキオムレツなんかも大人気なんだ。うわ、どれも美味しそうだね。なんだかお腹が空いてきちゃった。でしょ？今日はそんな台湾グルメの中から、おすすめの料理を10個紹介していこうと思うんだ。これを見れば、きっと台湾に行きたくなるはずだぜ。第10位、台湾おでん。台湾のおでんって、普通のおでんとどう違うの？台湾のおでん、ルーウェイは、普通のおでんとは少し違って、醤油ベースの濃いスープで具材を煮込む料理なんだ。日本のおでんは出汁が効いたさっぱりしたスープが多いけど、台湾ではスパイスが効いた甘辛い味付けが特徴なんだぜ。どんな具材が入っているの？ルーウェイは、野菜からお肉、卵、豆腐、魚介類まで、何でも入れられるんだよ。自分の好きな具材を選んでスープに煮込むスタイルだから、屋台でも自由に選んで注文できるんだ。定番は、大根や豆腐、豚の耳、魚の団子なんかだな。自由に選べるのは面白いね。豚の耳なんかも食べるの？そうそう。豚の耳や鶏の足なんかも人気なんだよ。ちょっと勇気がいるかもしれないけど、食べてみると意外に美味しいんだぜ。歯ごたえがあって、スープがしっかり染み込んでいるから癖になるんだ。なんだか、普段は食べられないようなものもあって、試してみたくなるね。そうだな。台湾のルーウェイは、その多様な具材と独特のスープが魅力なんだ。夜市で気軽に楽しめるし、家庭料理としても広く親しまれている。辛いのが好きな人にはぴったりだし、屋台で一度試してみる価値はあるぜ。第9位、オアチェン、かきオムレツ。かきオムレツって、名前からしてカキが入っているのはわかるけど、他に何か特徴があるの？そうだな。オアチェンっていうこのかきオムレツは、台湾夜市の定番料理で、プリプリのカキがメインなんだけど、卵と一緒に炒めて、片栗粉を使ってもちっとした食感に仕上げるのが特徴なんだ。しかも、甘辛いソースをたっぷりかけて食べるんだよ。もちもち？オムレツってふわふわなイメージだったけど、台湾ではちょっと違うんだね。そうなんだ。片栗粉が入っているから、ふわふわじゃなくてもちもちした食感になるんだ。それがまた癖になる味わいで、ソースの甘辛さが牡蠣の風味と絶妙に合うんだよ。牡蠣って結構癖があるけど、そのソースで食べやすくなるのかもね。まさにその通り。牡蠣が苦手な人でも、この甘辛いソースがあれば食べやすいと思うぜ。台湾の牡蠣は新鮮だから、臭みがなくてプリプリしてるんだ。夜市の屋台でよく見かけるし、地元の人にも観光客にも人気が高いメニューなんだよ。夜市でしか食べられないの？夜市が一番手軽に楽しめる場所だけど、レストランでも出しているところはあるよ。だけど、やっぱり夜市でワイワイしながら食べるのが一番楽しいんだ。台湾に行ったら、ぜひ試してみてほしい料理だな。第8位、ジーパイ。ジーパイって、何かすごくボリュームがありそうな名前だね。どんな料理なの？ジーパイは簡単に言えば、台湾風の巨大なフライドチキンだぜ。台湾の夜市では大人気の屋台メニューで、鶏の胸肉を使って薄く伸ばして、特製の衣をつけてあげるんだ。それが驚くほど大きいんだよ。大きいフライドチキンか。それって日本のフライドチキンとはどう違うの？まずサイズが違うんだ。
日本のフライドチキンは手のひらサイズくらいだろ？でも、ジーパイは顔より大きいくらいのサイズが一般的なんだ。台湾ではスパイスを効かせた味付けがされていて、カリカリの衣とジューシーな中身がたまらないんだぜ。それは美味しそう。外はカリカリで中はジューシーって、まさに理想のフライドチキンだね。さらに、食べ方も特徴的で、骨を抜いて食べやすくした状態で提供されるんだ。だから、夜市を歩きながらでも片手で簡単に食べられるんだよ。骨がないっていうのは便利だね。それに、顔より大きなフライドチキンを片手で食べるなんて、楽しそう。だろ？ジーパイは、台湾の夜市グルメの中でも特に人気があって、観光客はもちろん、地元の人たちもよく買って食べているんだ。サクサクの衣とジューシーな鶏肉の組み合わせは、一度食べたら忘れられない味だぜ。第7位、ルーローハン。ルーローハンって聞いたことあるけど、ルーローハンは、甘辛い豚肉の煮込みを白ご飯の上にたっぷりとかけた、台湾の定番料理だぜ。見た目はシンプルなんだけど、その味は奥深くて、多くの人に愛されている料理なんだ。豚肉の煮込みご飯って、なんだか日本の丼物に似ている感じがするけど、どう違うの？確かに、日本の丼物に似ているけど、ルーローハンは香辛料の使い方がポイントなんだ。台湾では五香粉や八角を使って煮込むことが多くて、これが独特の風味を生み出すんだ。甘辛いタレとその香りが食欲をそそるんだぜ。それはちょっとエキゾチックな味がしそうだね。シンプルに見えるから何杯でも食べられちゃいそう。そうなんだよ。シンプルだけどご飯が進むんだ。家庭料理としても人気があるし、屋台でも気軽に楽しめるから、どこに行ってもルーローハンを見かけることができるんだよ。そういう家庭料理って、地元の味が感じられるからいいよね。どこでも食べられるってことは、やっぱり台湾の人にとって特別な料理なんだね。その通りだな。台湾人にとってソウルフードと言える存在だ。安くて手軽に食べられるし、具材も色々アレンジができる。卵や野菜をトッピングしても美味しいし、何よりあの甘辛いタレが最高なんだよ。第6位、タオシャオミエン。刀削麺って、なんか名前がかっこいいね。どういう料理なの？刀削麺は、麺を手作業で削って作るのが特徴なんだ。台湾でもよく食べられているけど、もともとは中国の山西省の伝統的な料理だぜ。職人が包丁で生地を削って、直接鍋に麺を落として作るんだ。その麺がもちもちしていて、スープとの相性が抜群なんだよ。手作業で削るんだ。それってすごく技術が必要そうだね。刀削麺は見た目もパフォーマンスの一部って感じなんだ。屋台やレストランで職人が麺を削るところを見ると、ついつい見とれちゃうよ。削られた麺は一つ一つ形が違って、食感もバラバラなのがまた面白いんだ。なるほど。形が不揃いだからこそ、食べてて飽きない感じがするね。スープはどんな味がするの？スープは豚骨ベースのものが多いけど、あっさりした鶏ガラスープや、少し辛めの味噌スープなんかもあるんだ。スープにしっかりコクがあって、もちもちした麺にしっかり絡むんだよ。麺がスープを吸ってくれるから、最後まで美味しく食べられるんだ。それはお腹いっぱいになりそうだね。見て楽しくて、食べて美味しいって、刀削麺は一度食べてみたいな。台湾に行ったらぜひ食べてみてくれ。日本ではなかなか味わえない食感と風味が楽しめる、特別な一品だぜ。第5位、小籠包。小籠包って、よく聞くけどどんな料理なの？小籠包は、薄い皮の中にたっぷりのスープと豚肉が詰まった蒸し餃子みたいなものだな。台湾だけじゃなく、中国全体でも人気の料理なんだけど、台湾の小籠包は特に有名なんだ。皮を破ると中から熱々のスープが溢れ出してくるんだよ。スープが入っているのが特徴なんだね。どうやってそんなにスープを入れるの？スープは最初はゼラチン状のものを冷たい状態で具に混ぜ込んでおいて、蒸すとそのゼラチンが溶けてスープになるんだ。それで、あのジューシーなスープがたっぷり詰まった小籠包ができるんだよ。食べるときは、まず少し皮を破ってスープを飲んで、それから残りを食べるのが通の食べ方だぜ。それは面白い食べ方だね。熱すぎてやけどしちゃいそう。
蒸したてはかなり熱いから、慎重に食べる必要があるぜ。その熱々のスープを飲むのがまた美味しいんだよ。あの独特の風味とジューシーさが、一度食べたら病みつきになること間違いなしだ。それは確かに美味しそうだね。台湾に行ったら、絶対に食べてみたい。台湾を訪れる観光客にも大人気のメニューだし、名店がたくさんあるんだ。特にディンタイフォンなんかは有名で、いつも長い行列ができるほどだぜ。行列に並んでも食べる価値は十分にある料理だよ。第4位、牛肉麺、ニューローミエン。牛肉麺って、名前だけだと麺と牛肉が入ってるだけに聞こえるけど、牛肉麺、ニューローミエンは、台湾の国民食とも言われる人気の料理だぜ。柔らかく煮込んだ牛肉がたっぷり入ったスープ麺で、濃厚なスープともちもちの太麺が特徴なんだ。特にスープは、牛の骨や香辛料をじっくり煮込んで作るから、深いコクがあって美味しいんだよ。牛の骨から出るスープって、なんだか栄養がありそうだね。どんな香辛料が入っているの？スープには八角や五香粉、唐辛子なんかが入っていて、ちょっとピリ辛で独特な風味があるんだ。牛肉は長時間煮込まれてるから、口の中でホロホロと崩れるほど柔らかいんだぜ。それは食べ応えがありそうだね。でも辛いって言っても、日本人でも食べやすい感じ？辛さは控えめだから、日本人でも全然食べやすいと思うよ。店によっては辛さを調整できるから、辛いのが苦手な人でも安心して楽しめるんだ。牛肉の旨味がスープにしっかり染み込んでるから、辛さに弱くてもそのコク深い味を堪能できるはずだぜ。それはいいね。スープも麺もたっぷりで、満足感がありそう。その通りだよ。牛肉麺は、ボリューム満点で、お腹いっぱいになること間違いなしだ。台湾を訪れたら一度は食べてほしい名物料理だし、ローカルなお店から高級店まで、どこでも食べられるのが魅力だな。第3位、大腸面線。大腸麺線って、名前からしてちょっと変わった料理っぽいけど、どんなものなの？大腸麺線は、台湾の名物料理で、細い麺を濃厚なスープで煮込んだものなんだ。特徴は名前の通り、豚の大腸が入っているところだな。日本ではあまり馴染みがないかもしれないけど、台湾ではこれがとても人気があるんだぜ。豚の大腸って、なんだか癖がありそうだけど、味はどんな感じなの？ちょっと独特な風味があるけど、しっかりと煮込まれているから臭みも少なくて、プリプリした食感が楽しめるんだ。スープはとろみがあって、麺が絡みやすいんだよ。カツオだしをベースにしたスープが一般的で、優しい味わいが特徴なんだ。なるほどね。細麺でスープにとろみがあるなら、食べ応えもありそう。麺線はとても細いけど、スープにとろみがあるから、しっかりと麺に絡んで満足感があるんだ。お酢やニンニク、唐辛子なんかを自分で加えて味を調整することもできるから、いろいろな楽しみ方ができるんだよ。トッピングで味を変えられるのは面白いね。辛さや酸味を自分好みにできるっていいな。そうそう。夜市の屋台では一杯が手軽に食べられるから、小腹が空いた時にはもってこいだぜ。値段も安いし、観光客にも人気のメニューなんだよ。第2位、台湾ビーフン、ミーフェン。ビーフンって、細い麺のことだよね。台湾のビーフンは何が特別なの？ビーフンは細い米粉の麺なんだけど、台湾では特に風味豊かに仕上げられているのが特徴だ。台湾のビーフンは、シンプルながらも具材とのバランスが絶妙なんだよ。通常、豚肉やエビ、野菜なんかを炒めて、一緒に仕上げることが多いんだ。シンプルなんだ。具材がたくさん入っていると、それだけで美味しそうだね。台湾ビーフンは、スープビーフンと炒めビーフンの2種類があって、どちらも人気だぜ。炒めビーフンは香ばしい風味がたまらないし、スープビーフンはあっさりしているけど、出汁の風味がしっかり感じられるんだ。どっちも美味しそうだね。スープビーフンって、なんかちょっと日本のラーメンと似ている感じがするけど、確かにスープビーフンは、日本のあっさりしたラーメンに近いかもな。スープのベースが鶏ガラや豚骨、時には魚介を使ったりして、台湾特有の風味があるんだ。炒めビーフンの方は、ニンニクや醤油でしっかりと味付けされていて、
かりとしたコクがあるんだよ。それなら日本人の口にも合いそうだね。台湾ビーフンって、食べやすそうだし軽食にもぴったりだね。台湾では、朝ごはんや軽食としても人気が高いし、夜市でも手軽に食べられる定番メニューなんだ。あっさりした味わいから、どんなシーンでも楽しめる料理だぜ。第1位、新酒内茶、タピオカミルクティー。タピオカミルクティーって、一時期すごい流行ってたよね。どんな飲み物なの？タピオカミルクティーは台湾発祥の飲み物で、ミルクティーに大粒のタピオカが入っているのが特徴だよ。タピオカはもちもちとした食感で、噛む楽しさがあるんだ。飲み物なんだけど、タピオカが入っていることで軽い食事代わりにもなるんだぜ。そういえば、タピオカって何でできているの？タピオカはキャッサバという植物の根から作られた澱粉を加工して作られているんだ。もちもちした食感はその澱粉のおかげなんだよ。昔からこのチェンジュー内茶が人気で、今や世界中で飲まれているんだ。もちもち感は癖になるよね。ミルクティーとの相性も抜群だし。タピオカミルクティーはトッピングを自分で選べるのも楽しいんだよ。黒糖タピオカや、フルーツ、ゼリーなど色々なトッピングができるから、自分好みの一杯を作れるんだ。最近は甘さや氷の量も調整できるから、より多くの人に楽しんでもらえるようになっているんだ。確かに、自分好みにカスタマイズできるっていいね。飲むだけじゃなくて、食べる楽しさもあって、やっぱり人気になるのもわかる気がするよ。台湾を代表する飲み物として、タピオカミルクティーは今や世界的な存在だぜ。絶対に本場の味を楽しんでほしいな。総評またはまとめ。これで台湾の美味しい料理をたっぷり紹介できたね。どれも魅力的で、全部食べてみたくなっちゃった。台湾は本当にグルメ天国だよ。夜市で手軽に楽しめるものから、レストランでじっくり味わいたい料理まで、バラエティ豊かなんだ。特に紹介したベスト10は、どれも台湾に行ったら絶対に外せないメニューだぜ。そうだね。タピオカミルクティーはもちろん、ルーローハンとか牛肉麺もすごく美味しそうだし、カキオムレツやジーパイも気になるなぁ。台湾グルメのいいところは、シンプルだけど奥深い味わいがあるところだな。値段も手頃で、夜市ならいろんな料理を少しずつ楽しめるから、何を食べようか迷うことなく色々試せるんだ。台湾の夜市って雰囲気も良さそうだし、観光客にとっても楽しい場所だよね。食べ歩きしながら、いろんな料理を少しずつ楽しめるのは魅力的だなぁ。台湾の夜市は、食事だけじゃなくて文化や人との触れ合いも楽しめる場所だし、台湾旅行の一番の醍醐味と言っても過言じゃない。もし台湾に行く機会があれば、ぜひ今回紹介した料理を楽しんでほしいぜ。絶対に行ってみたい。次の旅行先は台湾に決まりだね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。